んにちは。はい、こんにちは。小松さん元気ですか？はい、元気ですよ。極めて元気ですよ。よかった。じゃあ今日いろいろ聞いてみます。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。小松忠彦さんとは？はい、トルコの若者が大好きな忠彦です。うん、学生時代に視点を変えた出来事はありますか？特にないですね。遊んでばっかりいましたから視点を変えるようなイベントがなかったですね。パソコンとの出会いはいつですか？コンピューターの世界にいたのでパソコンが出てくると同時にパソコンとはお付き合いしてます。はい。8年代の日本の技術開発は漫画や何かそれに類する作品のどのような影響を与えたと思いますか？映画でも何でも大丈夫です。基本的にはアニメーションの描き方とか映像の扱い方に変化を与えましたね。明らかに。はい。プロセスコンピューターで働いてた時はうん、どうだった？面白い思い出とか話がありますか？はい、面白い思い出というか大変な思い出ばっかしですけど今になってれば楽しい。だから現在だとブラック企業みたいな感じになりますね。要するに24時間働き詰めですね。かつ現場の体験もできるし、じゃあ逆に今から振り返るといろいろな体験ができて面白かったと思います。今の人たちは自分のいいとこしか楽なとこしか捕まえようとしないから、そうじゃなくて何でもやってみたら後で自分の栄養になりますね。もう一つ過去から現在までのテクノロジーの発展を目の当たりにしてきたわけですが、未来のテクノロジーは怖いですか？楽しみと同時に怖いですね。なぜならば個人の秘密がなくなる。それと感情が少しプアになるんじゃないかなという気はしてますね。日本トルコ文化協会の副会長であることは承知しています。トルコ文化に興味を持たれたのはいつ？私は事務局をやってますが、トルコ文化に興味を持ったというよりか、トルコに出かけてトルコの人たちとコミュニケーションして初めて興味を持ちました。要するに非常に親しい人たちね、トルコの人たちはと思いましたね。はい。トルコには4回行かれているそうですね。トルコの文化の中で最も日本文化に近いと感じたのは何ですか？ありますか？よく分かりませんが、トルコの文化っていうのは時代によって全く違うので、その時代の変わり方が面白いですね。鉄器時代、ヒッタイトから始まってね、ギリシャ文化、ね、ギリシャペルシャ文化、それとビザンチンの世界、それからオスマンの世界、現在のトルコ共和国の世界と全く文化が違うから面白いと思いますね。時代によって。ありがとうございます。きっかけとなった人物や作品もありますか？最後に後輩へのアドバイスをお願いします。
いや特にきっかけとなったものはありませんが、基本的には何にでも未知のものに未知の知らないことを経験するのはいいことだと思いますが、特に若者は何でも経験してみた方がいいと思います。小松さん、最後に若者のために、どんなおすすめがありますか？どんなおすすめが考えたのが。今トルコから日本に来てる若者はみんな素晴らしい。だから逆にその自分の興味をどんどん前へ進めてほしいと。逆に残念なのは日本の若者はあまり外に出ないね今ね。だから自分と違う世界を知るってことは非常に大切だから、それを頑張ってほしいと思ってます。だからむしろトルコの若者よりか日本の若者が今あまりにも外へ出ない、それが心配ですね。コミュニケーションが取れないですね、世界でね、お互いのです。ありがとうございます。だから皆さんみたいにトルコから出てきてね、自分の国じゃないところで頑張ってる人たちは僕は素晴らしいと思う。本当に。ありがとうございます。だから今日本から外に出る人いないよね。いないけど少ないよね。大変。それは日本が楽に過ごせるせいかもしれない。やっぱり人間は少し緊張感がないと発展しないと思いますね。だからそういう意味で日本はぬるま湯の世界、現在よろしくない。それを対して嵐となるのが皆さんのような外から日本に来てくれた人たちが刺激になりますね。いうことでいい刺激だと思ってます。以上です。